十日町の端の方で、昔のちっちゃな神社があって、ため池があるところに宵町船か、っていうのをやっていただいたんですよね。あそこでその農業用のため池でも ほとんど使ってないようなところに展示をしたっていうのがまた3年後で、このなんていうんだろう、国道117号線沿いで、すぐここからキナーレから南下して車で10分ぐらいのところなんですけれども、なので割と中心市街地に近いところなんですけど、割と元気な地域で、この23野島っていう石碑が立ってて、その23野島のっていうのが下弦の月のなんですよね。23夜の月っていうのが、でその下弦の月の日にみんなで集まってこう夜通しこう語り合ったり、こう念仏を唱えたりするっていう、この集落のこうなんか結束で重要な日で、この石碑だけのと、ちょっとお祭りも今残っているんですけれども、それと結びつけてその信仰をちょっと復活させるような場所を作って、橋を渡して船の上にお堂を建てたっていうようなのがその作品ですね。で以来私たちがお願いする以外に深田さんはいろんなところで活躍されていて、非常にユニークな仕事をされてきました。で、知ってる範囲で言っても、僕が多少の関わりあるので言えば、奥能登でこれは実際にいろんなものが流れてくることはあるんですね。半島ですから、大陸とか、朝鮮半島から、でそういったもの、例えば漂流物っていうかゴミも、だけどもともとその奥能登の場合はそのよそから来る神様っていうのはすごく大切だと、これは日本全体いろんなところにある話ですけれども、よそから来る人とか物っていうのはすごく大切なものであるというふうなことの信仰があって、その漂着心っていうかを、深澤さんは鳥居に作るんですね、そのゴミで。で実際にいろいろな神事もやったりして、これ結構みんなそのつもりになって、おばあちゃまとかこうお参りに来てましたね。であれがあって、それについてちょっとお話ししていただくのと、その漂着心流れなんだけれども、リボーンで石巻で、これはもっと激しいもんなんだけど、そういったこともやったというふうなことがありましたね。その2つについてちょっとお話を伺いましょうかね。奥能登の芸術祭で、その能登半島の今出た漂着神っていうのは、この神社で能登半島の神社で70社ぐらいの神社がもう漂着神を祀っていて、でそれぐらいその常世の国とかこう大陸からこう来たものはとか海から来たものはあの世から来たみたいな感じで神様として崇めていて、でいろんなものがあって、その木の木片の地蔵っていう場合もあるし、貝とか海産物みたいな場合もあるし、あと南国の木のこう大きい木の実だったりとか、なんかいろんなパターンがあるんですけれども、やっぱ一番すごいのはこう朝鮮半島からこう逃げ落ちた高貴な人たちを祀っているっていうような神社が珠洲市にも23社ほどあって、でそういうふうにこう海から来たものは神様だっていう感じの信仰はもう浸透しているところなんですけれども、90年代ぐらいからなんでしょうかね、そのやっぱプラスチックごみがこう増えてきて、で漂着したものが神だったのがゴミになってきちゃったっていうので、かなりそれは日本海側の社会問題とかも本当にゴミ問題になっていて、ちょうどその立つところにあれなんですよね、珠洲だと
原発を建てるっていう計画も立っていて、昔ありましたね。ありまして、でちょうどその付近の海岸でいい場所をこう使わせてもらえるってことになって、その漂着物の現代のこう神様みたいな形で、そのプラスチックごみで神社の鳥居を建ててこうお参りできる場所を作るっていうことと、あとさっき出た北朝鮮のこの漂着船の木片っていうのが流れ着いていて、で地元の方たちはそれを使って結構タールが塗られていて、でそれをこう丈夫で便利だからって言ってなんかこう材料に使っているのとか流れ着いたやつを見せてもらったりしてて、で鳥居の向かいにちっちゃい祠を 5個ぐらい作ったんですが、あれもその時にもう朝鮮半島だったりも流れ着いた木片を使わせてもらってて、翌年とその翌年にその北朝鮮の漂着船問題が出て、今パッと忘れちゃったんですけども、こう200隻以上ぐらい2018年は日本海側に流れ着いて、僕今札幌に住んでるんですけども、北海道も50隻ぐらい流れ着いてて、でほとんどの船は自治体が全部処分しちゃうんですけれども、1隻だけ放置してる自治体があって、放置してるものって海に落ちてるペットボトルと同じ扱いで拾った人のものになるっていうのがあって、それでそうですね、それはもう宮本常一先生の時からそうで印つけとけばその人のものだっていうことなんですね。で一応環境省とかにも聞いて、この船こう使っていいのかな、その放置している自治体からはものすごく反対されたんですけれども、でも放置してるので特に何も言う権限はなく、それで全部はちょっと運べなかったんだけれども、その翌年の、リボンアートフェスティバルって石巻の、芸術祭で漂着船を運んで供養塔に組み立てて展示するっていうのをやって、はい、でそれがちょうどそのリボーンのアートフェスティバルの時に震災でアメリカかどっかまで行っちゃったのかな、で戻ってきて高知県の沖かどっかで石巻の漂着船が見つかったっていうニュースが出てて、でその石巻の震災で流れちゃった漂着船は10年ぐらい経って地元に戻ったんだけども、北朝鮮の漂着船っていうのは僕も戻せなかったんですけども、結局日本で全部処分されて現地に戻れないっていうなんか非対称性というか扱いの違いみたいなことをなんか感じて、ちょっと船の漂着船をもっと大きい括りで作ってみようっていうのが、ありがとうございます。でリボンでの作品は先ほど苦手だって言われてたけど極めて彫刻的な作品でその本当に自立して立つっていう意味ですごい力があって、僕はちょっと感銘を受けましたね。よくやれたなと思って、ちょっと大変だったと思いますが、で、深澤さんの仕事っていうのは知識あるいは民族あるいは歴史的なことっていうものと生活っていうものが非常に密接に結びついて、その今まで美術っていうのは、絵画がありあるいはその彫刻があると。でそういった空間の中での詩字体の中でできていく、あるいは自立してできていくっていう感覚で捉えられてきたこと、でそれがもうちょっと違う形で世の中自身がもうちょっと多様で複雑になってきてるっていうことの中で仕事をされてる。つまり21世紀型っていうか非常に新しい美術のやり方がこの数十年出てきたと僕は思っていて、その中の代表の作家の一人だと僕は思ってるんですね。